世界一わかりやすいリュークヘルセンの要点解説です。使い方の実演、解説の順でご紹介します。まずは早速使い方を見てみましょう。変装スキルで入場。痛みは和らいでない。通常攻撃。共鳴スキルアイコンが光ったら共鳴スキル。組み替える。通常攻撃アイコンが光ってるので通常攻撃スキル。通常攻撃連打。共鳴スキルアイコンが光ったら共鳴スキル。通常攻撃アイコンが光ってるので通常攻撃スキル。これをもう一回繰り返します。白夜に葬ろう。共鳴解放。私が下そう。慈悲深い死。音階スキル2回。器となろう。収装スキルで交代。システム引き継ぎか。これで OK です。それでは解説です。前回実装のエイメスとは打って変わり、リュークは過去類のないくらいシンプルです。理由は2つ。1つ目、ゲージを一切気にしなくていいから。2つ目、同じこと3セットやってるだけだから。ゲージを気にしなくていいってのは後で話すとして、同じこと3セットってのはどういうことかっていうと、リュークはダメージが大きい共鳴解放を打つのがゴールになりますが、共鳴解放を打つまでにあるバフを3スタック貯めてると共鳴解放のよだめが上がります。そのバフっていうのは通常攻撃連打した後に使える強化共鳴スキルを使うと付与されます。というわけで流れがどうなるかっていうと、通常攻撃連打して強化共鳴スキル、これを3回やってバフを3スタックして、でそのまま共鳴解放を打って終了という流れになります。細かいところはちょっと補足するので実際の動きを見てみましょう。変装スキルで入場するといきなりゲージがマックスになっています。厳密にはこのゲージというのは他のキャラが収装スキルを使ってリュークにパスした時に3分の2だけ溜まって、リュークが変装スキルを使った時に3分の1だけ溜まります。結局のところ普通に競争エネルギー貯めてリュークに交代すればゲージが最大まで溜まるってことです。以降貯めたゲージは叱るべき時に自動で消費されるので、プレイヤー側では一切気にする必要はありません。なお何らかの理由で収装変装スキルが発動せずにリュークに交代しちゃった場合はもちろんゲージはたまらないんですが、だとしてもこの後のスキルのダメージが減るだけでスキルの使い方を変える必要はありません。というわけでいずれにせよマジでゲージ全然気にする必要がないっていうことです。変装スキルで入場したらとりあえず通常攻撃ボタンを連打しておきます。通常攻撃を打つと共鳴スキルのアイコンが光るので、光ったアイコンを押すことで強化共鳴スキルを発動させます。これでめでたく共鳴解放の威力が上がるバフを1スタック獲得できます。自分が今何スタック獲得してるかは右下の光る玉の数を見てもいいし、もしゲージを最大まで貯められていたら強化共鳴スキルを打つたびにゲージを3分の1使ってるので、その消費割合を元に判別してもいいでしょう。で、さっき言ってませんでしたが、強化共鳴スキルを打つとおまけでダメージが大きい強化通常攻撃を打てるので、光ってる通常攻撃ボタンを押して発動させます。これで1ループ目終わりです。以降は全く同じことをプラス2ループやります。通常攻撃連打して共鳴スキルのアイコン光ったら押して強化共鳴スキル、そうするとまた通常攻撃のアイコンが光るので押して強化通常攻撃、この繰り返しです。アイコンが光ったらそれを押せばいいので気楽ですね。無事3スタック貯めたら共鳴解放を発動させます。リュークの共鳴効率が低いとここで共鳴解放がまだ打てない場合があるので、その場合は共鳴効率を上げるか適当に通常攻撃して共鳴エネルギーを貯めましょう。別に共鳴解放自体はスタック溜まっていようがいまいが打てちゃうんですが、さっき言った通りスタック貯めてから打つと威力が高いのでそうしましょう。で、適当に余ってる音階スキルを2回打ちます。ここが若干他の人よりも特殊で、リュークの場合最適な音階編成にするとバイポーラーノバライザーとバイポーラーアビスフォールという音階をセットで装備することになるんですが、この音階たちはセットで装備すると2スタック分の攻撃を放てるようになります。だから音階スキルを2回打つということです。最後に収装スキルで交代して終了です。収装スキルの効果は単純な解説ダメージで、これまたシンプル。リュークの使い方としてはこれだけです。ラハイロイ編のキャラとしては過去一簡単ですね。ただできればもう3つほど理解しといた方がいいことがあるので、それをご紹介します。1つ目、リュークは密集強和のアタッカーなので密集強和インターフェアデバフを与え続けることが大事です。はい。さすがにもう4人目ですしいいですよね。もし強和破壊システムよくわからんという方はこちらの動画で世界一わかりやすく解説しているのでぜひご視聴ください。密集強和についておさらいしておくと、リュークはいろんな攻撃で密集強和オフセットデバフという次強和破壊されたらデバフつけるからなという意味の予告デバフをつけられます。で、その予告デバフがついている敵を強和破壊すると予告通り密集強和インターフェアというデバフが相手につきます。リュークはこのインターフェアデバフがついている相手へのよだめが上がるっていう意味で密集強和のアタッカーと言いました。じゃあ予告デバフにあたる密集強和オフセットデバフはどうしたらつけられるのかというと、リュークを動かしてたらまず間違いなく勝手につくのでそれは気にする必要はなくて、それよりも大事なのはちゃんと敵を強和破壊してインターフェアデバフ状態にしてリュークからのよだめを上げようということです。で、輪廻の動画では言わなかったことを一つ付け足すと、このインターフェアデバフはスタックします。具体的にはインターフェアデバフの効果時間は30秒なんですけれども、もう一回予告デバフをつけて時間切れを迎える前にもう一回
回強化破壊をすることでインターフェアデバフのスタック数が1増やせます。スタック数が増えるとリュークからのよだめもさらに上げられます。で、何スタックまで貯められるのかというと、基本的には1スタックなんですけれども、リューク、リンネ、モーニエの編成数分だけプラス1スタック貯められます。まあスタック数どうこうは気にしなくてよくて、要するに強化破壊してインターフェアデバフつけよう。1回インターフェアデバフつけたらできれば30秒以内にもう1回強化破壊してインターフェアデバフのスタックを貯めようっていうことです。これが理解しといた方がいいこと1つ目でした。2つ目、これも輪廻動画の時にはややこしくなるので言わなかったことなんですが、じゃあインターフェア状態にするとどれだけよだめが上がるのかというと、自身の強化破壊増強のパラメータ×インターフェアデバフスタック数×0.12% 分よだめが上がります。インターフェアデバフのスタック数ってのは今言ったことなんでいいとして、強化破壊増強のパラメータってなんやねんっていうと、しれっとバージョン 3.0 でそういうパラメータがキャラごとに実装されています。で、輪廻の攻撃スキルにはしれっとその強化破壊増強を上げるバフを与える効果があります。バフの効果時間は30秒もあるので、よっぽどチンタラしてない限りはちゃんとバフが乗った状態でリュークも殴れるはずです。まああんまり意識しなくてもリュークは輪廻と相性がいいってことです。理解しといた方がいい点2つ目は以上です。最後3つ目、倒した時のインターフェアデバフは無駄にならないということです。どういうことかっていうと、リュークは今言った通りインターフェアデバフをちょっとずつスタックさせて、ちょっとずつよだめを上げて戦うタイプなので、じゃあインターフェアデバフのスタックを貯めてる間に敵倒しちゃったら、また別の敵でスタック貯めなきゃいけないんかいって思うかもしれませんが、そこは救済制度があります。具体的にはインターフェアデバフ持ちの敵を倒すと同じスタック数分のバフに変換されて、そのバフを持ってる状態で別の敵を強化破壊すると、そのバフの分だけ追加でインターフェアのデバフをスタックさせられます。要は倒した敵のデバフスタックを保存して別の敵に移せるってことです。パーティー3人のうちリュークが敵を倒さないと倒した時にバフに変換されないとか、逆にバフがデバフに変換されないとか、そういうことはなくて、リュークを編成さえしていれば誰が倒してもバフとして保存されるし、誰が強化破壊してもバフがデバフに変換されるので安心です。リュークはインターフェアデバフをスタックさせて戦うタイプの都合上、どうしても集団戦よりも単体戦の方が強い傾向ではあるんですが、かといって誰かに与えたデバフがその敵倒したら完全に無駄になるわけではないよってことを言いたくて伝えました。理解しといた方がいい点3つは以上です。本当はリュークの固有スキルで説明してないやつまだあるんですが、結局それらはリュークのよだめ上げたければ強化破壊して密集強化インターフェアつけろで大体説明がつくので割愛します。解説は以上です。なお、おすすめ音階とか育てるスキルの優先度は、せっかくゲーム内の攻略サイトに記載があるんだからそっち見ようの精神で割愛します。いかがでしたでしょうか。名調界隈の攻略動画はパワポとか数字とか使ってどちゃくそ丁寧に作られており、好きなキャラをいい感じに使えるようになりたいだけなんだよなという私みたいなライト勢にはちょっと味が濃すぎる印象があったので、伝える範囲や深度を私なりに厳選してライト勢向けに動画を作りました。リナシータ以降のキャラは全員分作ってますし、今後実装するキャラも基本的に同じようなあっさり味の攻略動画を作ってまいります。今後のキャラの分もお見逃しのないようチャンネル登録よろしくお願いします。今回のキャラの使用感、動画への忌憚のないご意見感想、ぜひコメントください。お告げなし。